はい、皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしていきたいと思います。はい、皆さん、お元気ですか？なんかね、日本はもう秋めいてきています。秋めいています。ちょっと秋っぽくなってきている、そんな感じがあります。風がちょっと冷たくなったりとか、秋の匂いになったりしています。皆さんの国でも季節が変わっている頃ですかね。はい。この秋も楽しんでいきたいなと思います。ということで、今回のテーマなんですが、日本語を話す自信がないって感じている人に向けてお話をしていきたいなと思います。はい。話す自信がない。こういう人って実は結構多いんじゃないかなと思います。聞き取ることはできるんだけど、いざ話をしようとすると、うまくね、言葉が出てこなくて、うまく話せないなーって感じてしまう。うん。そういう人って実は多いんじゃないかなと思います。なんだかね、うまく話せないかもなーって自分の日本語のスピーキングに自信がない。そうやってね、思ってしまうっていうのは、多分ね、珍しいことではないかなと思います。はい。今回はね、もっと日本語を楽しく話してほしいなと思ったので、話す自信をつけるっていうね、ことをテーマにお話をしていきたいなと思います。はい。日本語をね、話す自信をつけるために、まずね、大切なことって3つくらいあるかなと思っています。まずはね、1つ目なんですけど、マインド設定を変えてみることです。うん。マインド設定を変える。皆さんはこんな風に思ってないですか？例えば、正しい文法で話さないといけないなとか、難しい単語も使わないといけないなとか、発音が綺麗じゃないといけないなとか、ね、そうやって考えていませんか？あるいは、聞き取ってもらえなかったら恥ずかしいなとか、言ったことを理解してもらえないのが怖いなとか、こうやってね、思っているかもしれないですよね。この考え方って多分皆さんがね、真面目だからこういうふうに考えてしまうんだと思います。うん。だからね、悪いことじゃないんですよ。真面目っていうのは、真剣に考えられる人がなることなので、うん。真面目は日本語ではね、いい言葉です。でもね、これって同時にプレッシャーを与えているっていうことになると思うんですね。自分自身にプレッシャーを与えている。うまく話さなきゃとか、聞き取ってもらわなきゃとか、理解してもらわなきゃとか、そういうふうにね、自分にプレッシャーを与えているっていうことだと思うんですね。で、このプレッシャーって実はいらないんですよね。日本人は皆さんの日本語が上手かどうかってね、そんなに気にしてないです。日本人はね、面接官じゃないので、皆さんの日本語が上手だから点数をくれたりとか、下手だから点数を下げたりとかしないですね。日本人はただ皆さんと会話をしたいんですよね。意思を伝え合いたいんですよ。うん。だから大切なのって皆さんが話そうとしている姿勢ですね。その姿勢が一番大切だと思います。皆さんがたとえどれだけ上手に日本語を話していても態度がね悪い人の話は日本人もちゃんと聞いてくれないと思います。だから丁寧な態度で一生懸命に話をしようとすること。皆さんが
母国語ですることと同じですね。あるいはもうちょっと丁寧な態度っていうのがもしかしたら必要にはなるかもしれないですね。このね、話そうとする姿勢、これが一番大切だと思います。皆さんが真面目な姿勢で一生懸命日本語をね、話そうとすれば、たとえ日本語の発音が正しくなくても、日本人は理解してくれます。すごく意地悪な人でもなければ、ちゃんと聞こうとしてくれるはずです。だから、完璧にならなきゃとか、うまく話さなきゃとか、そんなにね、気にしすぎなくて大丈夫です。はい。で、二つ目に大切なことは、もうね、とにかく話す練習をすることですね。皆さんきっと、こうやってね、話を聞く練習はたくさんできると思うんですよ。そういう時代ですよね。たくさん、リスニングの機会っていうのはある。そういう時代かなと思います。SNS を開いたりとかね、ポッドキャストを聞いたりとか、皆さんだったらアニメとかね、ドラマを見るっていうのも日本語のいいリスニング練習になるかなと思っています。でもね、話す練習はしにくいかもしれないですよね。毎日毎日隣に日本語の練習ができる日本人がいるとは限らないですもんね。ってなると、やっぱり一人の時間にも日本語を話す練習をするっていうことができる人は強いかなと思います。まず、口の動きに慣れることですね。例えば私は英語を一生懸命に勉強しました。英語と日本語だともうね、口の使い方が全然違うんですね。日本語よりも英語の方が唇とか舌とか、すごく動かすと思います。それに日本語とはね、やっぱり違う口の使い方をするんですよね。だから、聞いた通りのことを言えないっていうことばかりです。はい。でね、これってやっぱり練習をしないとできるようにはならないんですよね。だから、やっぱり私がおすすめしているのは、シャドーイングですね。話をしている人の真似をして話すこと。それをシャドーイングって言います。それから、独り言を日本語にしてみる。これもね、すごく効果的かなと思います。はい。皆さんね、自分が言いたいことを日本語にできますか？これはよく聞ける人でもできないことが多いと思います。言いたいことを頭の中で文法とかをね、組み立てて表現する。これって本当に難しいことなので、まずは独り言から練習してみてください。この時間にこの駅に行かなきゃとか、後でこれを食べようとか、小さいことでいいんで、言う練習をしてみること。そうするとね、これってどう表現すればいいんだろうなっていうのを考える癖がね、できますね。で、それをちゃんとね、口に出すっていうのが大切ですね。で、できればこれ口に出したら、それを録音してみてください。ちょっと最初は恥ずかしいと思います。でも、自分が日本語を話しているところを録音してみて、ぜひね、一人でポッドキャストを撮るつもりでね、作ってみるといいと思います。そうすると、なんか、ここネイティブと違うなとか、そういうのが発見できると思います。私のポッドキャストは、実はパトレオンで台本をね、お見せしてるんですね。私が読んでいるままの、この台本を皆さんにも読めるように公開をしています。これが使えるのは有料会員の方だけなんですけど、これをね、もしよかったら見ながら同じようにポッドキャストを
取ってみてください。そうすると、私の話し方と違うところがわかると思います。ここはこうやって発音してたなとか、そういうのが後でね、聞き比べできて、いい練習になるんじゃないかなと思います。それからね、三つ目に大切なのが、目標に対して必要な努力をすること。ぜひね、まず自分がどんな人とどんな話をしたいのか考えてみてください。例えば、私のポッドキャストでは、人との普段の会話でするようなトピックを考えてお話をしています。なのでね、多分日本人と自然な会話がしたい人とか、自然な日本語を聞きたい人とか、そういう人に楽しんでもらえているかなと思います。はい。でも、例えばね、もっと何かについて専門的なお話がしたいんだったら、専門的な人の話をね、聞いた方が多分参考になりますよね。はい。あるいは、もう日本語の試験に合格できればいいっていうだけだったら、試験勉強をした方が多分効率的ですよね。他にアニメを見たりとか、こういうポッドキャストを聞くよりも、ただ試験勉強に出てくる単語とか、練習問題とか、そういうのを対象に日本語を勉強した方が多分点数は取りやすいと思います。だから何が目標なのか、何を聞いて何を話したいのか、そういうことを改めて考えてみる。目標を改めて考えてみる。そうするとね、もっと自分の興味のあること、話さないといけないトピックについてもっと自信を持って話ができるようになるんじゃないかなと思います。はい。ということで今回は日本語に自信を持って話をするために大切なことをね、3つお話ししました。まとめると、まず大切なのはマインド設定を変えること。正しく話さなきゃいけないって思わないで大丈夫っていうことですね。2つ目が、とにかく話す練習をすること。聞くだけとか書くだけじゃなくて、口に出して練習をすること。それがね、とっても大切ですね。で、三つ目が、目標に対して必要な努力をすること。はい。目標をまずは決めて、どんな人とどんな話をしたいのか。はい。まず考えて、それに対して必要な努力をすること。それが大切なんじゃないかなというお話をしてみました。いかがだったでしょうか？今回のお話、楽しんでもらえていたら嬉しいです。こういうお話が面白いな、役に立ったなと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンとコメントで教えてください。ということで、最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、いい一日をお過ごしください。また別の動画でお会いしましょう。またねー。